前回は始皇帝の父母と呂不韋の関係についてお話ししましたが、本日は始皇帝が周囲の権力者を制圧し、陰謀や暗殺の試練を乗り越え、中国を統一した過程についてお話ししたいと思います。呂不韋は、太后長期との禁断の関係がバレることを恐れ、彼女の欲望を満たすため、嫪毐という男を紹介しました。嫪毐は次第に太后の心をつかみ、権力の座に上り詰めました。さて、時は紀元前238年、秦王の治世も9年目に突入し、嫪毐はただの宦官ではなくなっていました。太后の後ろ盾を得た彼は、山陽を法度として長信公に封じられ、権力を握りしめました。彼は自らが王になるという野心を抱き、次々と兵を集めていました。この時点で、宮廷のドタバタ劇はクライマックスに向かいつつありました。嫪毐の反乱の企みは、すぐに秦王に伝わり、若き王、政は激怒しました。嫪毐は、座して死を待つよりも、打って出る方が得策と考え、従属勢力を率いて王宮に押し寄せますが、しかし、すでにそれに備えていた秦王、政の命を受けた昌永君と昌文君の叔父追いによって、咸陽で返り討ちに遭い、失敗に終わります。嫪毐は捕まえられ、その一族や太后との間の2人の息子も処刑されました。この事件は呂不韋にも影響を及ぼしました。連座制により処刑されるところでしたが、今までの功績が考慮され、自宅軟禁に減刑されました。しかし、呂不韋は軟禁後も客との交流を続け、諸国での名声も高かったため、政は呂不韋が反乱を起こすのではないかと危惧し、呂不韋に詰問状を送ります。そして呂不韋は、諸地域への流刑を追加されたことで絶望し、毒酒を飲んで自ら命を絶ちました。この嫪毐の乱を鎮圧したことで、22歳の若き王、政は、自らの力を天下に示すことができました。それ以降、もはや誰も、この若き王を無視することはできなくなったのです。周囲の権力者たちを次々と制圧し、ついに自分の時代を迎えた政は、本格的に中国統一の野心をあらわにし、能力さえあれば身分や出身地を問わず、人材をどんどん引き入れ始めました。その時登用された人物の一人が、祖国の出身で法家の李氏でした。李氏は後に、秦国の統治理念を設計することになります。また中心家門の出身であった王翦は、統一戦争を率いる第一皇臣となりました。そして、もう一人の注目すべき人材が、漢の出身の土木技術者である帝国です。帝国は、統一の基盤となる富の蓄積について、政から大きな任務を与えられました。彼が何をしたかというと、運河を作ったのです。荒れ果てていた秦の首都近郊の土地が肥沃な大地へと変わり、農業生産が爆発的に増加しました。しかしその時、自信満々であった政の計画は、初めからトラブルにぶち当たります。なんと、彼が信頼していた帝国が、漢が送り込んだスパイであることが発覚したのです。これをきっかけに、秦国では有能な他国人を追放する法令まで出されますが、ここで立ち上がったのが、またもや祖国の出身である李氏でした。彼は命を懸けて統一の大業のために外国人の人材が必要な理由を述べ、必死に秦王を説得しました。これがあの有名な漢字脚書です。政は結局李氏の意見を受け入れ、さらにスパイだと判明した帝国に再び運河建設を任せたのです。このことから、当時、政は周囲の臣下たちの意見をよく聞き入れていたことがわかります。帝国が完成させた運河は、漢中平原を肥沃な土地に変え、農業生産が爆発的に増加しました。司馬遷の史記では、秦国をこのように記録しています。漢中の土地は、天下の3分の1に過ぎないが、天下の富の 60% を持っている。秦国の富は、他国の10倍に達する。国の富を背景に、政は長年の夢であった統一の大業を成し遂げるために準備を急ぎました。制度を整備し、全国から若者を集め、100万に達する精鋭兵を養成し始めたのです。紀元前230年、政はついに先代の王たちの夢であり、自身の野望でもあった統一戦争を始めます。最初侵攻したのは、秦の宿敵であった漢でした。これまで戦国時代の国々は、強力な勢力が侵略してくるたびに合従連行を通じて自分たちを防御していました。しかし、今回は違いました。
秦は卓越した外交術で合従連行を防ぎ、その勢いで漢を屈服させ、次に魏と趙の2国と戦争を始めました。秦国が中国統一の大業を急ぐ中、戦争の足音はどんどん速くなりました。周辺諸国はすべて不安に震え、対策を講じることになるのです。燕も同様でした。戦争開始から2年後、燕から使者を派遣し、秦との和解を通じて自国の安寧を保障しようという名目でした。燕の使者慶華は、かつて秦の将軍であったが、燕に投降した樊沖の首と燕の一部を割譲する意図を示す地図を秦国に持ってきますが、ところが、慶華がこの地図の中に鋭い皮紙を隠していました。慶華はその皮紙を持って、秦王に襲いかかりますが、秦王は身をかわして逃げます。この時、周りの官僚たちは武器を持つことが禁じられており、さらにこの衛兵も許可なく天井に上がれなかったため、大声を上げるしかありませんでした。まさにこの時、侍医であったカムショが投げた薬体が慶華に当たり、剣を構えるように、と叫ぶ秦家の言葉を聞いて、政はようやく剣を手にし、慶華を切り倒します。政は、数多くの暗殺の脅威にさらされますが、それはかえって統一戦争を急ぐ結果となりました。周辺諸国も全力を尽くして秦に対抗しましたが、長年訓練された秦の兵士たちにはかないませんでした。それから10年後、ついに秦は500年にわたる戦乱の主役であった周辺立国を次々と倒し、誰も成し遂げることができなかった中国統一の歴史が政によって完成されたのです。500年間、中国では東周から春秋戦国時代に至るまで数多くの戦争が勃発しており、誰もが統一を望んでいました。政はその500年の夢を実現させたのです。紀元前221年、政は秦の都、咸陽で華麗な即位式を行い、中国初の皇帝、始皇帝となりました。